日本のバブル経済が崩壊したのは30年以上前のことだが、ちょうど同じ頃、世界ではソビエト連邦が崩壊した。30年前までこの世界は民主主義経済圏と共産主義経済圏に分かれていた。この民主主義経済圏と共産主義経済圏の分裂、そしてその摩擦は東西冷戦と呼ばれた。そして共産主義経済圏をソビエト連邦と言った。ソ連は高度に中央集権的な国家でありながら、多くの共和国から構成されていたが、1988年頃からその共和国の中にソビエト連邦からの独立を望む国が現れ始め、ソビエト連邦からいくつかの国が独立した。そして1991年のソビエト連邦最高会議による連邦解散宣言によってソビエト連邦はついに単一の主権国家としての存続を終了した。ソ連崩壊に伴う経済的な結びつきの崩壊により、ポストソビエト諸国や旧東側諸国では深刻な経済危機と生活水準の壊滅的な低下が発生した。1988年から1989年、1993年から1995年の間に、貧困と経済的不平等が急増した。2001年に行われた調査によると、1990年から1998年まで、ソビエト連邦の中心だったロシアでも、340万人もの人口減が発生したと言われている。そしてこの時、ロシアでは、旧ソ連のエリートたちが、ナショナリズムと資本主義の両方に拍車をかけることによって、彼らは個人的に利益を得ることができたと言われている。彼らはその後、ロシアの経済的、政治的上位層に君臨し始める。つまり当時のロシアでは、貧困層と富裕層の間に、突然、激しい格差が発生した。そして、340万人もの貧困層の人口減が発生したわけだ。なぜこんなことが起こったと？俺はこう思う。ソビエト連邦という超大国が崩壊して、その利権の所有者、つまり責任者が突然いなくなる。それに気づいた悪党どもが、その利権の奪い合いを始める。その利権の中には、庶民の人権も含まれる。
悪党どもに人権を奪われた庶民は、貧困に突き落とされる。そのことが富裕層と貧困層の激しい格差を作ったんだ。ロシアは日本列島の頭のすぐ上にある。しかし当時の日本人にとっては、それは遠い国で起こった悲劇だった。しかし実は日本でも、同じようなことが起こっている。150年前の明治時代がそうだ。明治時代の一つ前。封建制度の江戸時代末期。江戸幕府も自分たちの利権を放棄した。そして明治時代。責任者のいなくなった利権の存在に気づいた悪党どもは、その利権の奪い合いを始めた。江戸時代の農民の納税率は、5公5民、あるいは4公6民と言われた。しかし明治時代になると、明治政府、3割5分、地主、3割5分、農民の取り分は3割に減った。水飲み百姓という言葉が生まれたのも、この時だ。水飲み百姓とは水を飲んで空腹を紛らわせ、農作業をする農民のことだ。そして日本の場合はそれが、75年間も続いてしまった。現代の日本では母子家庭の中に、水を飲んで空腹を紛らわせて耐える母親がいるそうだ。日本の格差もこの10年で随分激しくなった。現代の日本にも利権を奪い合う悪党どもが大勢いるはずだ。ソビエト連邦の崩壊の原因は共産主義だった。民主主義と比べれば、共産主義には自由がない。インターネットの普及によって、多くの共産主義圏内の庶民が、そのことに気がついた。そして1898年、東西ドイツを隔てていたベルリンの壁が破壊された。そして1990年には、共産主義によるソビエト連邦の維持は不可能になっていた。確かに30年前の民主主義圏はうまくいっている国が多かった。共産主義圏から見れば、民主主義圏はよく見えたかもしれない。しかし、民主主義にだって問題がないわけじゃない。悪党ってのはどこにでもいるんだ。ソビエト連邦の崩壊後、ロシアは民主国家となった。その後、ロシア経済は民営化された。共産主義国では、経済は国家のものだ。旧ソビエト連邦の産業、企業も、すべて国民の税金で作られた国家のもの。
だがロシア経済が民営化されれば、それは国家のものではなく、どこかの個人のものになる。国民の税金で作られたものを、理由もなく私物化すれば、それは泥棒だ。だが当時のロシア国民は、そのことに気づけない。多くのロシア国民の知らないところで、それまでの国家財産を取得する手段として、元ソ連当局者との非公式な取引による競争が可能になって、政治力も兼ね備えた大富裕層が生まれた。それがオルガルヒだ。つまり、旧ソビエト連邦の国家財産に対する責任者がいなくなって、そのことに気づいた悪党どもによる、その利権の奪い合いが始まったわけだ。そして、その悪党どもが、民主国家となったロシアの新興財閥と言われることになった。こうして成立したロシアの新興財閥は、連邦レベルから地方レベルに至る政治家及び官僚機構との癒着によって、その存在を拡大させていった。また、この過程で、政治家や官僚に影響力を行使するために、テレビや新聞を中心とするメディア支配にも走った。しかし一方では、年金生活者を中心とする低所得者層の生活不安が深刻化していった。そしてモスクワ騒乱事件と言われる大統領と議会の対立が起こる。特に共産党の政権奪取を恐れた新興財閥は、民主国家となったロシアの再選を目論む初代の大統領と利害が一致し、1996年の大統領選挙において、ロシアの初代大統領を支持し、再選に大きな貢献をした。特に新興財閥は、支配下の各メディアを使って、このロシアの初代大統領支持の世論形成に大きな役割を果たす。大統領選挙後、新興財閥は、影響力を強め、ロシアの政治権力の中で、第一副首相、安全保障会議副書記や、CIS 執行書記などの政府高官の位置を占めた人物までいた。彼らは政商や政界の黒幕の名を欲しいままにし、一大派閥を形成する。こうした政治と新興財閥の癒着は、腐敗の温床を形成し、それに気づいたロシアの国民は、新興財閥に対して批判的な世論を形成していった。
また、エネルギーや資源関連の産業は、構造上、産業分野における独占的傾向が強く、競争原理が働きにくい状況から、経営の不健全性、不透明性が問題となっていった。しかしロシアには優れたリーダーと、その仲間がいた。その優れたリーダーが、ロシアの2代目の大統領となる。民主国家となったロシア庶民は皆、この優れたリーダーを支持した。その2代目の大統領就任に伴い、政権と新興財閥の蜜月状態に変化が生じることになる。2代目の大統領はまず、テレビをはじめとするマスメディアを保有し、政治的影響力を行使して、新政権と対立関係になることになった。新興財閥に対して抑制策を取った。その人物が、新興財閥に対抗するために取った手段は、民主的な手続きからは、逸脱していたかもしれない。だがロシアではすでに、オルガルヒのために、大勢の命が失われていたし、オルガルヒは民主主義のルールから、逸脱したところにいる悪党どもだ。ルールなど通用しない。そういう相手が敵ならば、力でねじ伏せるべきだ。大切なのは、庶民の自由を取り戻すこと。そして庶民がより多くの自由を手に入れること、そのために戦うことだ。庶民が自由を手に入れれば、その瞬間に民主主義は成立する。2000年6月13日、ロシア検察当局は、ウラジーミル・グシンスキーを詐欺などの容疑で逮捕した。これを手始めとして、7月11日には、ガスプロムに対しては、財務関係資料提出を要求。ルクオイルに対しては、脱税容疑で捜査を開始。インターロスに対しては、ノリリスクニッケル株取得の際の違法性を指摘するなど、矢継ぎ早に捜査を展開していった。ロシアの新興財閥は、こうして、次々と壊滅的打撃を受けることとなる。そして一方で、政権と新興財閥は、円卓会議を開き、席上、2代目の大統領は、初代大統領時代のような、財閥の政治介入は、容認しないことを告げた。こうして新興財閥の大部分は、本来の業務である実業に、先進することとなった。ただし、2003年政権は、
石油会社ユコスのミハイル・ホドルコフスキー社長に対し、圧力を強めていった。これは、ホドルコフスキーが、政権批判を強め、野党に対して、資金援助を増強していったことと、政権が望まない。ユコスを中心とする石油資本の合併を、起としたためだった。2代目の大統領を中心とする。ロシアの政治権力は、政治的脅威となる新興財閥に対しては、これを容赦なく抑圧する方針を掲げる一方で、ルールに従う財閥とは良好な関係を作り、それらの新興財閥の政治的影響力は、現在でも相互補完的な形で残っていると言われている。2007年から始まった世界金融危機で、ロシアでは多くの新興財閥が没落の危機に瀕した。ロシア政権は政府の資金でどの新興財閥を救済できるか選定しなければならなかった。選定された財閥は生き残ることができるが、選定されなければ没落してゆくという過酷な状況下に新興財閥は置かれた。しかし、2010年に入って、石油や株式市況の改善、そして何より政府の救済策もあって、財閥は息を吹き返した。民主国家の庶民には、自由を奪おうとする悪党どもと、戦う権利がある。そこが全体主義とは違う。そして、ソビエト連邦崩壊後、30年の間、ロシアの庶民は、自由を求めて戦い続けた。そしてその30年で、ロシアの自由は大きく前進した。しかし日本は、ロシアとは全く逆の道を進んでしまった。再生リスト8に続きます。